着岸ではまず試験員が着岸点を指示します。スピードディフェンダーを着岸点として着岸してください。はい、右舷着岸します。準備します。着岸の指示が出たら着岸の準備をします。ボートフック、ロープを着岸する側の弦に用意します。前方よし、右よし、左よし、後方よし。着岸するときは桟橋に対して30度から40度の角度で進入します。着岸点から10メートルのところまで来たらエンジンを中立にします。そして着岸点の5メートル手前に来たらハンドルを水面側いっぱいに回し、桟橋と船が平行になるのを確認してからハンドルを中央に戻します。この時後進を使い浮き足を止めます。桟橋には接触せず、間隔はボートフックの届く2メートルまで。指示された着岸点が真横に来るように停船してください。終わりました。はい。係留は必ず風上側から行います。ロープを持って船から降り、桟橋に対し船が平行になるように。ロープの長さは船首側で 1.5 メートルくらい、船尾側で50センチくらいにします。結び方は桟橋にある軽船設備に合わせた巻き結びで行います。終わりました。はい。船尾方向もしくは桟橋側から風を受けている場合は着岸点の手前を狙うのがコツです。船首方向からもしくは桟橋へ風を受けている場合は着岸点の先を狙います。回覧して離岸してください。はい、後進離岸します。はい。回覧とは軽船しているロープをほどくことを言います。船首側と船尾側のロープをほどき、速やかに乗船し、船内に収納します。この時注意しなければならないのは、必ず風下側から回覧すること。プロペラ周りよし。またロープの放置はトラブルの原因になりやすいので、足元に置かずに邪魔にならないように確実に収納してください。船を桟橋から離すため、操船者自身でボートフックを使って船を押し出します。前方よし、右よし、左よし、後方よし。まずハンドルを左いっぱいに切ります。そして船首が桟橋に近づいたらハンドルを中央に戻します。周りの安全を確認しながら桟橋に対して30度の角度で離岸します。後進と同様に目標物に向かいます。前方よし。桟橋から20メートルほど離れたらエンジンを中立にして離岸しました。はい。